どうもどうも、こんぱんだ。どうもどうも。皆さんお疲れ様です。今日もアースリバイバル配信、まったりとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ではでは、早速始めていきたいと思います。今日は9時、9時半から流動戦がね、あるので、それまではね、いつもの日課をね、しながら進めていきたいと思います。違うな。9時だな。9時の究極クイズをやってギルド戦。その前まで、いつもの日課だったり、強化に必要な素材を集めたり、いろいろとやっていきたいと思います。本当はね、ギリギリにつけようかなと思ってたんだけど、まだね、終わってないことが結構あったので、そういうのやってたらおそらくね、2時間ぐらいあっさり過ぎていくと思うのでね、いつも通りやりたいと思います。よし。よっいしょ。なんかね、ここ数日ずっとパソコンの調子が本当悪いんだよね。何なんだろう。寿命かな。で結構忘れがちなんでね、今日はギルド戦があるので、ね、氷属性に特化してね、今のうち変えときたいと思います。たまにね、なんか中途半端にさ、氷編成にしてるくせに属性変えてなかったり、氷にしてるのに他のチップと変えてなかったりとか、いろいろやらかしてるんでね。ほらな。ほらほら、こうなってる。氷って言いながら雷になってるから。こういうのをね、使う予定のやつを変えていきたいと思います。氷になってるね。今日何かな、エデンからスタートかな。ちょっとね、数日間ね、ちょっと体調の兼ね合いもあって全然できなくて、メダルがね、占い手メダルが足りなかったっていうのを昨日結構挽回できたんで、今日でおそらくギリギリ1万4000獲得できるかなっていうところにいると思うんだよね。よし。結構いろいろやりたいんだけどね、ジョブもね、変えてしまったせいで、なんかいけないんだよ。スタミナはそこに使いたくないっていうね。今、新しいお家を作ってて、今まで欲しかったけど手に入んなかった、あるね、ついたて建築素材がね、手に入って、それを使ってね、新しく組んでるんだけど、今まで散々使ってきたけど、まだね、これでもかってくらい粘土使うのよ。それがね、しんどい。おそらく明日くらいに、60、65になるんじゃないかなと思ってるんだけど、まだ先かな。あ、硬い硬い硬い。65になったら、結構ね、いろいろとね、評価が進むんだよ。シールドのね、本体のレベルも65に上げれるし、シェルターのレベルも上がるし、コードも、今コードの一番最後かな。コードもレベル上げれるし。でそして今解放されてないグローブとリュックも解放されるんで、おそらく明日かなとは思ってるんだけどな。明日解放してくれたらな、めちゃくちゃ助かるな。真ん中、そう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 。ええ
誰やねん。こっちは平和に集めて終わりたいんだよ。誰？マジで。二人いたよね、今。もう間に合わないわ。ああ、間に合わない。せっかくさ、スムーズに終わるかなと思ったら、やられてしもうた。この時間帯、やっぱ危険だな。どこいいんだ？あそこで張ってるね。誰？か。強っ！無理、俺じゃ無理だ。俺はこの時間をどうやって生き抜けばいいんだ。取っても取っても終わらないぞ。こんな物騒なとこに。あれ？まあこれでメダルもらえるからいっか。70ずつ。いや、来てる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 。来てる。うわ、いっぱいいるこっち。こっちもいるじゃん。めっちゃいるって。誰マジで。やめて。
早く来ないかな。あ、聞いてるって。なあ、もうもう、助けを求めよう。もう無理だ。俺ではもう、それできんから、もう、牛ゾにお願いするしかない。遠く離れたところからこっそり取るしかない。まだもうめっちゃいるじゃん。なんかあっちに固まってるよね、なんか。ただいまパンダは餌食にされております。あ、なんか下に転がってね、ここ。いる？誰の死体？なんやねん。もう永久に終わる気しない。え、どこ？なんか引っかかったな。耐久全然足んねえんだな。もっと棒にあげなきゃな。あれ。一発ああ、もう。この人もあれかな、やられてるのかな。どっか安全地帯ないのかな、こっそり終わるところ。お、ここ、ワンチャンここで、集めていけるんじゃないか？あ、無理だわ。後ろ走ってるな。もう、なんなんマジで。誰彼構わず攻撃してるやん。パンダのモチベーションとメンタルとやる気がどんどん削られていきます。俺のポイント返せ。
せめて、この70のメダルぐらいくれ。せめて。もう、すっごい、マジで。もう間に合わないかな。しつこい男は嫌われるぞ。マジで。間に合わんな。ああ、ああ、ああ。間に合わなかった。でももうちょっと足んねえんだよな、この道。これ来た。隠れても見つかるしな。次何分？ 7 分。ああ、7分間生存できるだろうか、パンダ。いやー、ほんとしんど。あ、離れてった。そのまま離れてくれ。ここに一人。あとどこにいんだろう、後の人たち。いや、ここにいる。出口にいる。消えた。ああ、横にいる。出口押さえてんの逃がさねえよ、みたいな。余計な音をたたずここで待ってるしかない、俺は。もはや。どのうちでもさ、スキャンしたらさ、30秒間耐えなきゃいけないんだよね、でも。遠くにたまたまいてくれたらワンチャン、あれだけど。えここで耐え抜くしかない。でもなんだかんだでも、メダル稼いだな。ちょこっと。ちょこっとだな。であと、
これクリアして600ぐらいもらって、で1500で達成。エリート行って終わりだ。まあ、ここもクリアできるかどうかはわからんけど。さあ。もう笑うしかない。どんくらいやったら耐えれんだろうな。耐えれないのか、避けるしかないのか。避けるか、撃たれる前に倒すしかないのか。あ、根本さん、噛んじゃった。根本さん、こんばんは、いらっしゃい。やっほーやっほー。今、エデンにメダルを回収しに来たけど、一向に終わらせてもらえない。たまったらやられる。で、今、ギルドに助けを求めた。助けて。で、今、ここでスタンバってる。いや、いいよ。ドロップエリアなんか行ったら死んじゃうよ。パンダは終わらせることができるのだろうか。あー、近く、あ、来てる来てる。あ、離れてた。意外とここ、あれかな、来ないかな。みんなドロップの方に行ったのか。で、1分間は平和ってことだね。あそこで1分後に落ちてくるから。で、もう1分ここで耐えて、30秒耐えたら、とりあえず、あとはもう出口に行くだけ。さあ、俺探索ってか最初に行きたいんだけどね。最初に行って、エリート行って、予定がね、詰まってるんだよ、今。で、究極クイズやって、今日ギルド戦だから、なのに、ここでずーっとね、押し込められております、今。配信始まって、早20分経過しておりますね、もう。ヴィーナス待ちすぎてね、落ちました。ヴィーナスね、スマホで入ったら、マッチングしたんだけど、なんかめちゃくちゃ重くて、まともに操作できなかったから、やめた一回で。なんか味方に申し訳なかった。なんだろう、めちゃくちゃ重かったんだよね。なんかカクってなってるわけじゃないんだけど、なんか、なんかこう、スローにやってる感じ。だから敵いて撃ち始めても、なんか敵の方がなんか早く動いてて、弾当たんないし、なんか本当申し訳なかった。ゼロキルだったもん俺。本当何もできないまま終わっちゃった。さあ、パンダはなんかみんな来たっぽいな、今。どっかでみんな来てるね。ギルメンがエデンに到着してるっぽいから、今のうちにスキャンを。
キャンをして耐えろ。30秒耐えろ、ここで。あそこにいるな。お、いけそう、いけそう、いけそう。やっと終わったー。やっと終わったよ。なかったな。これでやっと俺はこんな危険なところを通さらばだよ。僕は撤退します。もう嫌です。集まった、やられた、集まった、やられたと、もうやられすぎてなんかもう、なんかこの後、ギルド戦めっちゃ楽しみにしちゃったけど、なんか、精神的に削られた。今でも、ギルメン呼んだからギルメンが来てくれてるはず。右上の方にいるって言ってるから。俺は撤退します。まだやることが残ってるんよ。誰かここで死んでるな。さよなら。ということで、グアバさんいらっしゃい。おとつ。やっと解放された。そうや、今日のギルメンジャーや。ギルド戦に備えて、昨日さ、2時か3時ぐらいにさ、突如目を覚まして俺、アスレバー開いてさ、コードどうしようかなとか、チップ入れ替えたりしてたんだよ。そんでさ、これじゃ足りねえなと思って、金塊を貯めてるんだけど、金塊使って、シールド再構築の素材を買って、再構築したところ、なんと、見てびっくりするよ。見てびっくりするで。びっくりしろ。びっくりしろ。じいじいるし。ほえー、すんごい。ほーってすごいっしょ。この前さ、配信中にさ、1個スケールダメージ出してさ、で、もう一回200個のやつを金塊で買って、で、半分ロックの素材に変えて、だいたい15回しか回してないんよ。15回も回してないかもしれない。ロックしてるから。減ってっから。そしたら最初に4ダメージ来て、うわーって言ってたら、次、会心来て。だからあとは、属性値が低いから、全属性強化の金が来てくれたら、あとは俺はもう何もいらないです。しかも92%と93%だからね、2つ。4ダメージちょっと低かったけどね。でも低かったって言っても6%ありがたいからな、めちゃくちゃ。で、コン比が1.8だから、別に金じゃなくてもいいから、もうちょっと欲しかったな。せめて、せめて2%とか。でもこれって、最終的にさ、金で埋めることってできるのかな。そういえば。俺さ、なんか、金で埋まらないような気がするんだけどさ、でも埋まってるしいいんだよね、誰か。誰だっけ。誰かいるよね。全部埋まってる人。で、
できるんだけどな。でも明日1枚買いたいから、ちょっと温存かな。臨界でさ、いろいろ買いたいものがあるんだよね。買いたいものがあるんだけど、めちゃくちゃ背上がったからさ。まあ HP とかは下がったけど、別に HP は下がっても別にいいから、あとは防御欲しいよね。で、明日が65解放されたらグローブを作れるから、でもウルトラコア1個かけらで完成してるから、明日ウルトラコアでグローブ作って、とりあえず再構築かな。あとなんかレジコアもう鍵なし1個あるから、それいいの出たら引き継ぎするけど、なかったら売りに出してキャラも金塊に変えて、結構上がったんだよな。だから今まで全然出なかったからさ、期待はしてなかったんだけど、ちょっと嬉しいよね。こんだけ出ると。あ、今日コルクあんだ、今日も。コルクでももらえるよね。素晴らしい。ね。いいよね。今日ギルド戦があるから、この捨てがちょっとでも活かせればいいなと思ったんだけどさ、今エデンでボロクソやられてたからね。めっちゃボロクソやられてた、マジで。ずっと同じ人に。やっぱね、3000じゃ耐えれないんだね。防御3000じゃ。やっぱ4000は欲しいんだね、最低でも。やっぱりね、シールドも2万じゃ足りないってことが分かったな。一瞬で消えたもん。シュンって。いや、めっちゃ欲しいのいっぱいあってさ。あ、やべえ。さっき余計なもん取りすぎて、あ、減ってる。やばいや。エレンで爪とか拾っちゃったから、スタミナ削られてた。俺、貴重なスタミナが。とりあえず明日に65になると、期待して、木材集め行こう。また。とりあえず一周だけ木材して、そうこうしてたら、全然だわ。そうこうしても全然ダメだね。8時からだもんな。こっから回収してっか。今日が草は拾わずに木だけ拾っていこうか。邪魔、引っかかってる、引っかかってる。いや、もう行こう。あ、モンスタードロッパー拾うか。この変異のやつはいらない。いやー。あれ敵少なくね？もうちょっと強くしたいな。これをもっと上げようと思ったらやっぱりコネクターも上げなきゃいけないんだよね。で、チップもちょっと欲しいんだよな。昨日チップ付け替えたんだけど、ちょっとね、防御とシールド全部 HP も含めてちょっと犠牲にして攻撃を上げた。ただチップをもうちょっと
盛れるんだったら、今の状態に重ねるだけで、全部強化できるから、まあ、ちょっとベースっぽいのができたような気がしないでもない。いやー、いいなー。まともに正面から打ち上げできる人は楽しいだろうな、エデンとか。あ、明日65。多分65だと思うんだよな、明日。ちょうどさ、このスタミナもさ、終わりそうだし。ちょうど月曜日だしさ。あれあ、なんかなくなりそう。65なってくれたらいいな。そしたらグローブもできるしさ、シェルターもレベル上がるしさ。今全然さ、なんだろう、ジョブ素材売れてないんだよ。めっちゃなんかみんな下げてるけど、それでも売れないから、おそらくみんな強化が終わってるかそもそも知らないかなんだけど、グローブとリュックが解放されたら、グローブ作り始めると思うんだよね、みんな。そしたら売れるかなっていう。ちょっと期待してる。やっと取引所で金塊稼ぎができるのかなっていう淡い期待を。これで明日になっても買わなかったらもう金塊稼ぐ手段ないわ。もう終わったなるわ。もうどうしようみたいな。単純に出ました。ウルトラのグローブつけたら戦力伸びそうだな。とりあえず素材いっぱい貯めとかないと。今エピックコアとレジェコアも貯めとるからさ。グローブ解放されたら全部一斉に作って、スーパーパンダスーパーパンダ。やばいじゃん、もう。パンダの、トレードマークというかさ、テーマカラー白黒なのに金色になってるじゃん。スーパーパンダ。でもまあ、あれでんでな。一瞬で溶けてるぐらいじゃスーパーじゃ足りないね、多分ね。でもあれだよね。課金めちゃくちゃしてる人はもう20万超えてるけどさ、なんか、無課金、美課金でもさ、今後70レベルとか80レベルとか解放してったら、20万いけそうよね。なんか最低ボーダーラインの戦力がさ、そのうちさ、18万とか20万とかなりそうなんか。なんかチップうんぬんじゃなくてさ、そのステータスが強いからさ、要は武器、武器とか防具。
60レベルの装備でもさ、えげつないぐらい上がるから、やっぱアスリーバってあれよな、最初の段階で課金とかしてて、なんか見切りつけた人はあれだけど、なんか地道にコツコツやってた人が最終的に勝つよな。コネクターとかさ、グラナイトメダルを、真面目にコツコツ貯めてさ、評価できるようにしてるとか。なんかニヤリーってしてる。ジジがニヤーってしてるよ。そう考えたら、まあ、バグは確かに多いけど、無課金とかでも遊べるバランス調整的にはいいゲームだよね。10課金には勝てないけど、毎日全部の日課やってたらそれなりに強くない。ね。だからこう、まあいろいろこう、課金者をベースに考えちゃったら、なんかおかしく調整されがちだけど、普通に出来はいいと思うんだよ。まあいろいろ直してほしいところがいっぱいあるけど、だからこそ俺も続けてやってるし。このゲーム課金。うん。このゲーム課金優しいけど、何かをやろうと思った時に、評価する箇所があまりにも多すぎて、結果課金しても追いつかないっていうのがあるじゃん。単純に素のステータス上げるために防具とか武器作って、コネクターも上げて、シールド再構築もして、ペットも上げて、みたいな。7個上げて、みたいな。一体何個上げさせんだ、みたいな。そのうちの半分でも、なんかこの、ドロップアイテムで上げれるようにしてくれたら、もっと良かったと思うよね。探索で周回してとかさ。そう、めちゃくちゃ上げる方があるんよ。で、それの半分が、普通に手に入んない素材なんだよね。まあ今、暁ポイントが始まっただけでちょっとはマシになったけど、普通に上げたい分上げようと思ったら課金が必要になってくるじゃん。なんでこんなちょびっと上げるだけでこんな使うんだよ、みたいなね。それがさ、まあスタミナの上限今あるから、その上限の中でも、どっか周回してさ、なんか、確率ドロップしますっていうようなアイテムを集めたら、まあ、何個集めたら1個にまとめて、それを強化に使いますとかさ、そういう要素をつけてくれたら、無課金にも、モチベ上がるんよ。暁も1億ください。1億確かに欲しいね。まあ、大半それ、あれじゃん、シールドシールド強化とかで持ってかれるじゃん。バトルスーツパーツだって1個しか、週に1個しか買えないし。最近めちゃくちゃ頻繁にインタビューがなんか裏で行われてるみたいだからさ、まあ運営さんも今何か変えようと頑張ってるとこだと思うけどな。あとは新コンテンツが PVP だらけ。そう。結局さ、なんかその課金した人が強すぎて、今残響とかさ、遠征とかも全部主導権がそっちに持ってかれてるから、課金者でも倒せない敵を出してくれたらいいよ。オーロラ耐性みたいな、あんなレイド的なやつでもいいし。もしくはチャレダーみたいな要素をまだ別に作って、回数制限なくして、何かね、集めることができる、強化ができるとか。だって勲章とかさ、もともとなかったじゃんか。突然なんか勲章っていうシステムができてさ、VR クリアしたらレベルがいくつになったらとか、武装がいくつ上がったらみたいな、プラスアルファ上がってるじゃん。あれができるんだったら、全然できると思うんだよ。
15金には勝てないと思ってるから、1課金の財布を硬くなってる。そうね。まあ、基本的にどのゲームも廃課金には勝てないから、まあ、そのためにみんな課金してるわけだしさ、なんかこう、差を広げて、なんかこう、モチベーションを保ったり、承認欲求を満たしたり、そのためにみんなさ、課金するわけじゃん。だから課金してる人としない人の差が生まれるのは、それは致し方ないんだけど、この課金層と美課金層と無課金層が、各々並行して楽しめる何かを作んなきゃいけないと俺は思っているんよ。それさえできたら長く持つよ、このゲーム。めっちゃ長生きすると思う。うん。だって最近さ、傾向さ、なんか衣装に偏ってない？なんか衣装で稼ごうとしてるじゃん。しかも、昇格で買う衣装じゃなくてさ、ガチャでさ、大当たりでこの衣装が当たりますみたいな、完全に集金路線に来てるから、どっちかなんだよね。集金路線に来てる時って、何か大型のアップデートを、なんか予定してるけど、資金不足でできなくて、どこからでもいいから集めようとしてる時と、もう完全に諦めてて、絞り取るだけ絞り取って終わろうみたいな。どっちかなんよ。最終に走る時って。なんか開発中のため衣装で集めてるんじゃないかな。かなあ、それだったらまださ、いいけどさ、結局どのゲームもやっぱ課金してくれる人がいるからこそ、やっぱ運営ができてさ、その無課金の人が遊べるっていう、そういうサイクルだからさ、何か作ってくれてんなら、全然いい。いやなんかどのゲームもさ、絶対他のさ、人気のゲームの真似入るけど、あそれはもう、類似したゲームいっぱいあるけどさ、バトルスーツって結構新しめじゃん。もっと活かしてほしいよな。いってらっしゃい。お疲れ様。まだまだ楽しんでる。上には期待してる。うん、俺も期待してる。なんか配布してほしいな。なんか、もうなんか、ケンチップがもらえる宝くじ的なやつやってくんないかな。昇格使ってなんか、エントリーして運良かった当たりますよじゃなくて、なんか普通になんか、1アカウント1回だけでもいいからさ、なんかやりたいな。怖いよな。夏が終わったらさ、何が来るかってハロウィンが来るんだよ。もう衣装に偏ってたら絶対ハロウィン衣装出るよな。ハロウィンのなんかイベントやってなんか、ハロウィン限定のさ、敵とか出してくれたらいいのにな。そういう系はやる予定ないんかな。この期間中、普段見られない敵が出てきて倒すとランダムでこの素材が集まりますみたいな。集めたら何々交換できるよみたいな。なんか敵がバグってるあそこで。ムーンウォークしてるよ、ほら、ほら、ムーンウォークしてる、ムーンウォーク。あ、敵がムーンウォークしております、正面で。手上に上げたらランニングマンなんだけどな。
で。明日解放されるかな。そういや、俺一周素材一周だけ集めようと思ってさ、回ってるけど、その後何やろうね。まもなく7時だけど、8時からコンテンツがあるけど、何やろう。あ、こっち湧いてない、まだ。反対側湧いてるな。建築もしたいんだよな。建築今日あらかた作っちゃったからな。ベースになるものを配置して。なんか建築好きな子いないかな。建築好きな子。パンダの周りにね、建築好きな子いないんだよな。回収したら建築ちょっとやるかと思うよ。トイレ今日作るかな。お、金塊ありがたい。まず金塊欲しい。まだ出てないや。敵いるけど。なんでこっち出てないのここ出てんだ。とりあえずビークル収納使わないで終わるか。てってってー。草はいらない今日。いらないね。
かけら欲しいの俺あったっけな。かけら使っちゃったか。ちょうどなくなった。そっか。俺ボタン押し忘れたんだ。ロック優先と押さなかったから、ロックなし使われちゃったんだね。申し訳ねえ。いや、上めっちゃ効いてたな。よしよし。で。よし、もうそろそろカバーもいっぱいだな。あとは、建築やって8時半。8時からエリート2回行って、あれまだ残ってなかった。残った。で。よし。これで帰り際拾って終わりかな。で。そういや今日みんな超新星の方で残響とか終わってない人いるのかな。いたら手伝いしに
パンダ出動しますよ。カバンがいっぱいだ。よし。どういうふうにしようかな。とりあえずせっかくだから作っちゃおうか。じゃあこっちだ。よし。ちょこっとだけ建築やるね。パンダの裏で作ってる建築をお見せしましょう。じゃん。トイレちょっとなんとかしたいよな。ここトイレ。なんか建てたいな、ここに。このさ、いたシェルターメイトさん持ってたんだよね、これ。これ光ってんの欲しいよな。パンダ持ってないんだよな、これ。なんかねえかな。えあ、超ダメなのか。うーん。なんかねえかな。これ作ったっけか。うん、これ違うな。あ、手に入れてないやつばっかだな。花。なんかこれ違うな。色合い的に。なんかもっといいのないの？でけえ。これ持ってないな。持ってないやつだな。盆栽。あれ、床に引くやつどこだった？生活用品。違うな。リビング家具。あれどこなんだあれ。
もともとのお家になんか引いたんだよな、下に。だからあるはずなんだけどな。下に引くやつが。これか。こっちか。どれ？これにゃんこ欲しいな。にゃんこいいな。にゃんこ。にゃんこ作ってねえんだよな。ちょっとこれ没収。ここの裏の建築で作ると、全部のさ、アイテムが出てくるから、今現状どれ持ってるかわかんないんだよね。それがちょっとあれだな。これパンダこれ持ってるよ。これ。リディアの壁が。ただこれでもシェルターがね、13ないと作れないんだよ。設計図だけ持ってんだよ。誰誰わかんない人来た。これかさっきのやつか。メカニカル。これはパンダも持ってんだよな、確か。天井つけようと思ったら天井、あれなんだな、そういえば。でも削ってんだな。天井につきよりも天井でかったわ。スペースがない。あ、ここはちょっとあるけど。2人しかいないから最高2つしかないんだよな。あ、ここに置く？ドーンって。両サイド置いちゃったらバランスおかしいっすよ。ここしかないかな。置くなら。イベントでね、船の火事のさ、これ。イベントでね、ポイントゲットするともらえるんだけどさ、2人ともゲットしたから2個あるんだよ。あ、はみ出してる。はみ出してきちゃってるね。移動できねんかい、これ。あ、他が限界なの？あ、違うわ。向きを変えたい。うんうん。あと何やったっけな。
鳩欲しかったな、この鳩のシャンデリア。この上に1個これつける。ずれてる。これ1個しかないんだよね。うん。これ1個しかないんだよ。何これ。こんななんだ。ヤシの木ランプ欲しいな。あ、これパンダが出たやつだ。これどこ置こうかな。どこ置こう。悩むな、これ。悩む。めっちゃ悩むな、これ。ちょっとここだけついてるのあれだな。もう一個ないかな。もう一個あんのかな。もう一個あればバランス取れるんだけどな。これでも置いとくか。ちっさちっさい警備員。だいぶ家っぽくなったんじゃない？周りに噴水つけたし。ほら。水があるように見える。バトルスーツはね、モデル中はね、建築中見えないから、表舞台に出さないと起動できないからないけど、ここにね、立ってるから、本来は。ででんって。で、下にもいるから、下から見えると思うんだよね。うん。結構空いてるスペース多いからな。そこにピアノとか、ブランコとかいっぱい置きたいけど、ここが余ってんだよね。ここに、あれ黒いピアノどこだ？あれピアノ2個しかなくね？
このスタートでしょ。あった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 。なんか、形がさ、こっち向きに置くのもおかしいよな。どうせならこうだよな。あ、見栄え悪っ。100か。ここはちょっと考えなきゃな。だいぶ省略したからさ。あ、でも結構少し100くらい減ったな。438個中48個。パイルース増えちゃった。はい、パイルースが増えた。500個ぐらいだったのに1000個になってる。赤鉄、サイザル。なんでプロジェクター2個。あ、そうか。表舞台使ってるからか、今。そうか。使ってるからだな。使ってるからもう一回作れよってなってるのか。とりあえず保存。2階まではあんな感じでいいと思うんだよな。こう3階、4階をどうするかだよな。問題は。どう思う？誰か建築好きな人いないかな？あ、なんか今来たな。建築してると他が見えなくなっちゃうからな。あれなんだよな。そこがネックだよね。何時からだっけ？第2グバーが7時半からで、エアドロップは終わってるから、船長8時。あ、やっぱ3個あったわ。これ3個
優先使えばよかったな。誰かプッシュ輸送いける方いないかな。残響まだなかった以上、残響のお手伝いも全然いけますよ。お。なし。これもなし。なし。お、一個あった。ええウルトラだから入れると思ったんか。ほうほう。あ、売れたのかな？ 250 万の帽子。なくなってる。ダメージ軽減。うん。やっぱあれかな？みんな作ってもらうの待ってんのかな？ここは変わらない。ここも変わらない。ここは上がった。なんだろうな。定期的効果上がるな。なんでここ上がるのに、こっち上がんねえんだ？え？あ、ラテックス戻った。元の値段に。あらららら。12だったのに80も上がってる。70、102、144。この件も、あれかな。全部終わったら売りに出そうかな。今売ったらいくらなんだ？アンセムさんいらっしゃい。5000いくのか。うわー、売りてえな。売れるかな。
こっとだけ売りに出そうか。どこに使うんだっけ、その水。次、手作った時に、あ、使うな。13個。あんま出さない方がいいか。13個で、こっちも6個の、20、10、10、10、120。あー、足りねえな。売らない方がいいかも。ちょっとやめよう。よし。こっちは別に売ってもいいや。うーん。あ、てめさん、残響とか終わった全部。43。これも多分その使うんだよな。残響。あと1回行く残響。あ、OK。おお、ラベリンスもらってた。よし。とりあえず現地に行かないとな、まず。氷でいいかな。ギルド専用にも氷装備なんだよな。アンセムさん招待したよ、今。あ、11行ったことないの？ 11 行こうか、じゃあ。11は空いてんだよな。待ってね。11行くんだったら、火に帰るわ。属性、確か火か雷かな。これか。あ、電気だ。雷じゃなくて電気。こいつはね、雑魚敵がうざったいから、
どこだっけあれついてんの。よし。オッケー。あれでいけるかな。あと1回だもんね。2人で行くか。あ、埋まった埋まった。はい、突撃。こいつはもう、めんどくさいギミックないから、とりあえず雑魚敵が出てきたら雑魚敵倒すだけ。でっかい大元のボスがいて、雑魚が湧いたら雑魚を倒さないと、そのボスにダメージが入らないっていうだけ。へいへい。来た。え、まだいる？残響棒のミアポストルってどああ、毒の霧に触ったら特地です。あ、毒の霧じゃねえや。後ろから迫ってくる雑魚敵。途中で雑魚敵がなんか外側から迫ってくるんだよね。だからその敵を触る前に、まあ、バトルスーツとかで一掃するしかないかな。俺はよく死んでたね、そこで。そう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 。まあ、パーティー4人で行くんだったら、メインの本体倒す担当と、周りの雑魚敵を倒す担当で分かれたら、結構わりかし簡単にいけるはず。
もしくは全員雑魚敵、雑魚来たら一斉にバトルスーツで、雑魚を先に倒してから攻撃とか。ちょっとこいつ舐めてたな、俺。意外と硬えな、こいつ。舐めてたー。せめてもう一人欲しいな、多分。誰かいるかな、誰か。誰か。誰かいませんか。残念。今日みんな、あれなんだよね。忙しいって言ってたからな。きついね。重いのがめっちゃ硬かったわ。募集しましょう、ちゃんと。誰かいないかな。だいたいみんな11終わってんのか。好意的なあっさり一掃できる火力が欲しいよね。ああ、M 君来てくれた。お、あ、埋まった。これはもう安泰だよ。これはもう安泰です。強い人が来てくれたぞ。とりあえず、来てくれた人、もう一人の人は多分普通にやりに来たと思うから、2回かな ?2 回行かなきゃいけないかな。早え早え。超早え。
輸送12万だとどのポジション？全体のバランス次第だと思うよ。みんなが12万ぐらいだったら、正直、どっちでもいいんだけど。12万か。どうなんだろうね。全体的にどんな感じなんだろう。あ、すみません、12行くよ、12。あ、取られた。取れるかな、これ。これだ。そう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 。14万、15万とかがいるんだったら、その人を、中央に派遣したいけど、全体的にみんな同じぐらいなんだったら、結局分けなきゃいけないんだよね。周辺と中央って。まあ周辺を捨てて中央だけ行くっていうんだったら全員中央でもいいんだけど、こればっかりはね、ギルドのメンバーがどのくらいの層がいるかっていうのが分かんないと何とも言えんのよ。まあ大体一番分かりやすいのは、ギルドの全員見たときに、上から20人か、上から強い順番に20人を中央に入れて、で、残りを全員周辺に入れるっていう。でも別に気にしてないところもあるから、自分の好きなところにみんな行きなさいっていうところもあるよ。最前線で戦いたいかったら中央で、エリート戦場みたいな感じで拠点を守りながら倒す方が好きな人は周辺で行くとかさ。戦い方が違うんだよね。なんか雑魚敵倒す前にボス死にそうなってるな。また切りまくってる。終了。これでアンセムさんも次から12に行けるよ。多分12の方が簡単なんだよね。
いけるいける。だって下手になってさ、残響10行きより12の方が楽だもんだって。ただ12に行くときは、刀だけ持ってきてほしいね。普通のパーティーに入っていくときは、刀。あの、遠隔攻撃耐性がめちゃくちゃあるんよ、あの敵。で、周りの雑魚敵を倒すと、50秒間だけダメージが通るようになって、銃でもうダメージ入るんだけど、基本刀しかダメージが入んない状態でスタートするから、一応刀を持って、周りの敵を倒して、から銃に持ち替えて、真ん中のボス攻撃して、で、50秒間だから、ある程度攻撃したら、火力が強そうな人いたら、その人にメインを任せて、もう雑魚を倒しに回るとか。それでも全然いいと思う。そうすると、50秒間だけど、50秒間中に倒してくれたら、そこにプラス50秒乗っかるから、結構ね、連続してダメージ与えられる。早く終わる。ゲーム内ほぼ遠隔武器なのに、そう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 。こいつそうなんだよね。で、みんな、しかもここでさ、その刀がめっちゃ活躍してさ、ガンガン使いまくりすぎて、それはなんか、バグだとか、グリッチだって言われて修正されたのよ。あ、マネキさん終わった終わった終わった。今終わったとこ。ありがとう、マネキンさん。今終わって、12はこういう敵だよっていうのを話してた。前のところ見てました？そうそう、11、まだだったか11やって、12やって、全員から多分12に、10に行くと思うから。さあ、氷に戻そうか。今日はギルド戦だからね。ギルド戦、こっち持ってくか。パーツはつけなくてもいいけど、一応つけとく。いいね。さあ、マネケンさん今日さ、配信始まったスタート直後、エデンに行ったんだけどさ、もう、ポイント貯めるたんびにボロクソにやられてた。心折れたんだけど、俺。めちゃくちゃやられた。で、今、電波のみんなが戦いに挑みに行ってたよ、エデンに。ついでに、石掘りしかります。あ、了解了解。パンダは8時からちょっとエリートに行くわ、エリート。もうね、めっちゃね、追っかけられてたんよ。そしたら相手フルパだったんだよ。4人でパーティー組んで、めちゃくちゃ借りまくってたらしい。ダメだ。パンダのさ、まだ、防御とかではね、耐えきれんかったね。
全然。全然怖い怖い。そうそう。だからめっちゃよく合うなと思ってたの。で、逃げた先にもいるから、いや、めっちゃいるやんって思ってたら、後でなんか電波の下が言ったら、フルパヤンって言ってた。言ってた。しかもすごいメンツだったね。俺誰一人勝てる人がいない。全員20万台や。誰にも勝てない。ワンチャンいけそうな人が誰もいなかった。怖いわ、みんな。どこからともなく現れるんだよね。めちゃくちゃ探しだもんね、だってね。広範囲で捜索して見つけ次第やっつけるみたいな感じだった。まあ、しゃあないよね。今PC 勢とかさ、あの、ヴィーナスとかさ、データできないから、もう遊べるとこって言ったらエデンしかないもんな。それはしゃあないよね。じゃあ行かなきゃいいじゃんってなるけど、行かないとさ、行かないと稼げないんよ、メダルを。メダル稼げないとコネクターの評価ができないからさ、行くしかないよな。通常マップで PK できる。そのうちやりそうだけどな。PK エリアとかさ、PK 可能エリアみたいな。すんげえやりそうなんだよな。もしくは通常エリアでも切り替えができて、攻撃できるようになるみたいなさ。俺なんだっけな、別のゲームでさ、何のゲームだっけな、ある一定の区間ですごい素材が集めやすいとか経験値がもらいやすいそのエリアがあるんだよね。一日何十分限定でしか入れないような場所があって、そこにギルド単位でみんなスタンバってて、自分たちのギルド以外の人が来たら、もう集中的に追っかけ回して攻撃しまくって、死んだら、その、入り口に飛ばされてリスポーンするから、そのリスポーンのとこにも張り込み組がいて、永遠と倒され続けるっていう、もう地獄を味わったよ。ただ一回死んだら終わりなのよ。もう一回死んだら、仲間とはぐれて、そのリスポーンエリアに飛ばされちゃうから、でもそのエリアにはもう、その敵のギルドの人がスタンバってるわけよ。あれこれボットじゃね？あ、違うか。あれボットっぽいな。あ、ボットだわ。はい、ボットですね。また来ました、ボット戦。はい、どうもどうも。はい、どうもどうも。こっちいないな。ここか。ボット戦です。
長いボット戦が始まりました。あ、めっちゃ敵ね、ここ。当たんねえんだけど。え、当たってるよね、これ。絶対当たってたよな、今。当たっても倒せない敵。やだ、ボット戦やだわ。めんどくさくなってきた。めんどくさくなってきた、ボット。長いよ、ボット長いよ。マジボット長すぎる。当たっても知らないんだ。あれ、このボット意外と防御が高いボットなの。長い。ずーっとはるかな追跡ついてんだけど。圧勝の勝った。敵いねえぞ。敵がいません。あ、一回で終わった。一回で終わった。これ以上入手できません。終了しました。これで交換したら上がるかな ?1 個ぐらい。何個交換 ?53 個。53個じゃダメだな。何個だ ?53 個、276個足んない。ダメだ。あ、物資輸送行くの忘れた。そしたらご飯食いに行くの忘れた。
太陽活動は正常です。よし、嘘行こう。よし、嘘地味にさ、金塊もらえるし。2点か。あと、物資輸送以外はやんなくていいかな。あ、マネキンさん、ログインしてないんだ。マネキンさんいると思ってた。物資輸送ってどこなんだ？その他？違う違う違う。物資輸送、あった。あ、物資輸送、そのまま行けばいいんか、これ。やめよう。誰かいるかな？いたわ。やっぱ物資輸送は4人に限るな。早い。全速力。なんか目飛び出してない？なんかすげえなんか入れてる。早い早い。早いけどなんかすげえ揺れてんだよな。バグってんだよなんかちょっと。みんな。外した。いいねいいね。早いね。これでまだ、究極クイズまで結構時間あるな。
わったー。2000金塊はありがてえ。お疲れ様でした。あと何やろうかな。こういう時にさ、エデンとかさ、できたらさ、最高なんだけどさ、できねえんだよね。エデンが。あ、やっちゃった。バグってる。はい、再ログインします。人工島内でさ、間違って銃撃っちゃうとずっとバグってんだよね、銃声音。リノンさんいらっしゃい、こんばんは。いらっしゃい。ビーナスできないかな。超新星2で止まってんだよね。マッチングができないから PC が。今日スマホで試しに行ったらマッチングはしたんだけど、めちゃくちゃ重くてもうね、ろくに操作できないまま終わってしまった。だからパンダは PC でしかできん。あと少しなんだよね。とりあえずビーナスまで上げれたら、とりあえず今シーズンはやんなくてもいいんだけどさ。とりあえず。報酬全部もらいたいな。さあ、どうしようか。究極クイズまで、何やる何やろうか。あった。今日のギルド専用のコードでもなんか考えようか。氷爆破系がいいかな。属性ガン積みにしたら弱かったんだよね。うん。どうしようかな。加速は入れた方がいいよな、やっぱり。これはファルコンだからな。やっぱこれなんのかな。今日のギルド戦、ちょっとでもね、活躍できるようにコードを考えていきたいんだけど、一応氷にしてるから氷爆破の方がいいんか。悩むな、これ。みんなどんなコード使ってんの？ちょっと覗きに行こうか。いろんな人の。
大体でもさ、運勢使ってんだよな。遅いよな。運気天部。これが多分一番いい気がすんだよな、俺も。今使ってるやつだけど。ああ、連続ばっかいるわ。加速込みの。悩むな、この。歪め値1.2で、まあ1.2%ぐらい減ってもまだいいけど、加速だけ残しといたら、じゃん。他にいい候補ないのかな。ああ、運勢入れてるわ。みんな運勢入れてんだな。俺も運勢入れてたけど。PVP 氷。これを変える。こっちに。で、これを灼熱。で、汎用ダメージ。これで今日行ってみようか。あれ通常、あ、そうか、下がっちゃうのか。それしゃあねえよな。通常か。そしたらチップ変えようか。範囲するか。弱点用ダメージ。とりあえず範囲にして、ここも、今回物は試しで範囲。チップ欲しいな、もっと。こっちは特性でしょう。いいな、データマッチングやりたいな。
あっちのしねえからな、PC 版、そもそも。力上がったのかな、これ。ちょっと遊びに行こうか。検証。作ってんな。69。今んところの最高タイムが10秒遅かったの。なんかわかんねえな、これ。どっちがいいんだ？弱点よだめ。弱点狙ってるか弱点よだめの方がいいんかな。うーん。いいんだ、いいんだ。球数増やしてえな。氷結したら、対人戦だからな。氷結するから、これで、こっちの方がいいんかな。汎用ダメ2%の全属性強化20。属性がもらえてないんだよね。終わってる。あれ、なんか全然上がってねえな。合ってんな。
ともとあったやつなくなったからな。ここに氷めっちゃついてるんだよな。こいつが強いんだよな。お、花人さんいらっしゃい。こんばんだ。スキル弱、ヨダメージ、弱点ヨダメージ。これどんくらい上がんだ？これにした状態で全然じゃん。ああ、そっか。そっかそっか。こいつにあれをつけてないからか。こいつに、これつけて、それでも348。そう、今日のギルド戦どれでいくかなと思って。もあるな。氷爆破編成でいくか、いつものよだめアップのさ、ゴリゴリ編成でいくか。悩ましいね。どの道、真夜中当たったら死ぬからな。属性値がそんな高くないから、そんな凍ることもないだろうし。悩むな。刻一刻と時間が迫っております。やっぱこれかな。ダメージ上げすぎたな。悩むな。ここは欲しいよな。
普通に。そうなるとやっぱあれか。こいつか。なんかいつものやつの方がちょっと出そうな気がすんな。数字はもう35。これでいいや。これでいいや。詳細ステータスで見てると一番これがバランスいいもんな。スキル余ダメージをデータでつけたら、ここも 60% は目指せるから、あとは余ダメージをどう伸ばすかだよな。今34でしょ。余ダメージ頑張っても 5% しか出ないから、2個マック、どっちもマックスにしたとして 10% なんだよね。それで 44% だから、まあ劣化しとって 4% 出したとしても 8%。42%。50% 行きたいな。となったらどっか他のとこなんだよな。チップの集積値の効果で上げるか、コネクターか。厳しいな。厳しいな。シールドはもう、あと、3枠しか空いてないしな。余ダメージ拾っちゃったから、余ダメージはもう出ないから、ここに入れるとしたら、1枠は絶対全属性強化が欲しいから、全属性強化、あとなんだ通常余ダメは、普通の余ダメあんのかな。なんかあれ、一覧表欲しいよね。なんかシールドコアのさ、選ばれる一覧表。全部入ってんかな、この中に。今あるステータス全部入ってんのかな。あ、遠隔余ダメ欲しいね。遠隔余ダメ。カラソウさん持ってるやつなんね。遠隔余ダメいいな。ここに遠隔余ダメ、範囲余ダメとか貼ったら最強だな。でも単純に攻撃力も上げたいよね、そうなってくると。これ会心が高いから、会心が高いと攻撃活かせるんだよね。その逆もしかりだけど。会心めっちゃ高くても攻撃低かったら、そもそもの数値が低いから、会心ね、上がろうとも低い数値になっちゃうからさ、あれだけど。会心がめっちゃ高いからさ。攻撃をもう少し盛りたいよね。やっぱり。でも今回3つ金ついたってのはでかいからさ、あとはもうこの3つロックした状態で、金が来れば一番いいけど、そうね。まあでも、固定プラグってあれ、暁ポイントも交換できるから、再構築が終わってなかったら再構築の方優先するかもしれんけど、ある程度終わってたら、固定プラグ交換して、まあ3箇所、3箇所ロックって何個だ ?4 つ使うから4つ。この固定プラグ4個で1回って考えて、どっちも44だね。だから。すげえ
5箇所になった瞬間8個になるんだけど。倍々だ、こっから。こっから倍々ゲーム。最大全部ついたら全部ついてやることはないけど、現段階で読んで、もう1個押したら8。ラスト1個はずーっと8個使うね。えぐ。で、最後の1個は16個。なんか最後の1個までいったらしんどいよな、多分な、きっと。精神的にも。それも多分エピックとかでも、属性を多分、来た時点でさ、数値分かったら、ロックかけてやると思うけどさ。確かね、70%、75%ぐらいから金になるんよ。だから、限りなく金に近いエピックっていうのもやっぱ存在するから、紫。えげつねえな。ただ毎週さ、200個買えるから、10万金貨で。金塊で。そのうちの200個のうちの100個を、要はプラグインに変えて、まあその時やるのか、もしくはちょっとストックして、何週間分くらい貯めて、まあある程度一気に回すか。だから毎週そのシールド再構築分の素材を貯めていくって考えて、それプラスアルファで暁ポイントも貯めていけば、結構回せるよね。もう再構築とかもある程度終わってて、シールド以外の再構築終わってて、シールドだけちょっとやりたいですってなったら、一気になんか変える場所でもないから、あそこ。結構あそこは闇が深いから、単純に1ヶ月、4週間分貯めましたってなったら、結構な数変えるよね。週に1回、週に1回週に1回400か。週に1回カオスリオンで400の暁ポイントがもらえて、で、毎日今残響10に行ったら60だから120。カオスリの終わったら120ずつ貯めてってやってたら、だから1週間で普通に1000溜まってんだね。普通にそうしたら、やばいな。1ヶ月間頑張ったら4000、まあ、端数分回せたら4500から5000分ぐらい溜まってるから、それを全部さ、なんだ固定プラグに変えたとして、で、その時溜まった暁ポイントで、その固定プラグ分の回す数 4× 何回っていうのが計算して余ってたらまた固定プラグ増やして、あとはもう一斉に再構築連打だね。抜き1個しか終わってないからまだまだ先の話。基本ね、先にやった方が楽だけど、シールド再構築は多分ね、一番最後の方に手つける場所だと思うよ。ほんと運なのよ。なんか何百万単位で課金してさ、ために貯めて、固定プラグとか、シール再構築の、素材が、例えば、5000個ありますって言って、で、その5000個を一気に使いますって言っても、そもそも金が出ない可能性があるから、出たとしても軽減とかさ、まあ軽減もいらないわけでもないけど、耐性とかさ、その余ダメージとか攻撃特化反映しない箇所がいっぱいつくこともあるから、ほんと運なんだよ。そう考えたら、溜まった瞬間に1回ずつ、毎週1回とか2回ずつやってたら、
まあいつか当たんじゃねみたいな。そっちの方がめっちゃ気が楽じゃない？めちゃくちゃ頑張ってためてさ、一気に消化してさ、当たればいいけど、全然当たんなくて終わったらだいぶダメージでかいで。あ、すいません。花そうさん、こんばんは。さあ、今日の究極クイズは一体どれくらいの金塊がもらえるんでしょうか。定倍いつでもいいから再構築のシステム導入してほしい。でもこのさ、普通のさ、防具とか武器の再構築とさ、シールド再構築、同じ再構築ではあるけどさ、倍率が上がらないってしたのは、まあ、いい稼ぎ頭だよね。武器と防具はさ、回せば回すほど、まあ、ハマる可能性はあるけど、フルセットのさ、フルステ、8個か ?8 個かな？ 8 個のフルステが、揃う確率が上がっていくっていうさ、特典があるじゃん。前回のクイズ、答え間違いしかなかったのはイラッとしましたね。1回で終わる可能性もあるけどな。そもそも今日何個なんだろうね。前回下がったからね。その前はちょっと増えて、ちょっと期待したけど、その前回のやつは下がってたから、600もなかったか400だっけ？それだけ人が減ったっていうことだね。5時間座りすぎて。ケプラテキソザーズ出てきます。あ、そうか、まだやってなかったのか。さっき一周だけしてきた。クイズ前には戻ってくるので、クイズ。クイズをやんないともったいないから。さあ、今日どんくらい？ 9時から究極クイズ。過去最高なんだけどな。前回のギルド戦の時から、だいぶステータス上がってんだけどさ。いや、防御にした方がいいんかな。足りねえんだよな、ちょっと。キンチケが欲しいで。キンチケじゃない、キンチップ。キンチップが欲しい。耐久をもう少し上げたい。俺の装備さ、基本的に今、防具は、まださ、50のままなんだけど、HP 偏ってんだよね。だから、頭と服、確かズボンがシールドがついて、あ、違う、HP だ。あれリュックか。リュックがシールドか。だからこの頭、服、ズボン、この3つを、どれか1個でも防御がついたら、上がるわけよ。で HP が減るけど多分。
ただ HP 減ったら減ったでそこを盛れば HP はもう一番あればいいから。シールドがもう1個来たらこれがシールドが2万いくらになるし、防御が今1個もない状態で3000来たから、防御がついたらこれが3000、どんくらいなんだろうな、3000、2、300にはなんのかな、その倍率によって。あ、防御だ、防御、防御は、やっぱ防御だな。で、腕に早速攻撃をつけてと。とりあえず明日解放されたら早速ウルトラのグローブとレジェンドのグローブ作って、あ、でもシャレダンもいけんのか。シャレダンもいけるから、最近あんまもらえないけど、ワンチャン2個3個もらえたら全部グローブ作って、金出たら嬉しいなっていう。なんか、なんか出そうな気しないなんか、来てる気がしない。なんか、なんか、今回のウルトラ化金作った時にさ、固定ついてそうな気がしてるわ、なんか。コア運も欲しい。チャレダンでウルトラコア3個。3個は多分出ないと思うよ。3個出たら確率崩壊してるから。ウルトラコアと鍵なしのレジェコアが出る確率はあるけど、ウルトラコア3個はもう確率が崩壊してる。多分、さすがに出ないと思う。出ないようにしてると思うわ、多分。そこまでは。お得意のバーグ。あ、まだ出てきてないのか。デイで1個、チャレダンで2個狙うしかない。明日頼むじゃん。俺ずっと待ってたから、チャレダンめっちゃ待ってたからさ。もう、60解放した段階全部武器にさ、ぶっ込んでたからさ。エピックも何もかも。50の時はエピック全然手つけないで、レジコアだけ使ってたけど、今回はレジコアとエピック同時に全部作ってたからさ。データ化するために。後々やるより先にやっといた方が、さらに先の予定を組みやすいからさ。今回は頑張ったんだよ。あとはワンチャン、金塊を稼いで、武器の固定に金をつけて、完成形にしたいね。そしたらあとはもう、順番に再構築してってさ、あの、ランダムの方の金を、俺今、あれなんだよね。固定4箇所あるじゃん。その次に、あと3つあるんだけど、ランダムが。1つしかついてないんだよ。1つ金だけがついてる状態だから、間にランダムの何らかのさ、ステータスがある状態の金を、なおかつ4点、限りなく4.8%に近い状態であるやつを作るか買うか。
してステータス上げていくみたいな。再構築チケットないし、そんな4000とか5000とかある人は連打できるけど俺ないから、金塊貯めて買った方が早いんだよね。間違いなく。課金できる人はね、昇格を再構築に当てれるからさ、15かな ?15 で1回回せんのかな。それができんからさ、しかも出ねえしな、俺の場合。しかも今回、シールド再構築で運使ってるからな。しかも固定もついてるからな。足に。この運気が、とりあえず、腕を作るまでの持ってくれたら、あとはもう、頑張るさ。採取を。めっちゃ採取して、作って、打って、打って、打って、みたいな。はい、買って、みたいな。でもさ、固定ついた後に、シールド再構築で出してんだよ。固定ついたって喜んでて、夜中ぐらいに再構築ちょっとかけてみようって言って、金塊で200個のシールド再構築の素材を買ってきて、で、半分を固定プラグに変えて、やった。夜中に。夜中に一人でガッツポーズしながらね、マジで。動画撮っときゃよかったーと思った後に。動画載せねえよかったーと思ったけど、そんなまさか来ると思ってないやん。で、今まで散々やっても来なかったのにさ、エピックの紫すら来なかったのが、突然来ると思わないじゃん。それが来たわけよね。もうずっと後ろでこうガッツをうーってした。マジで。もう最初、金が来るってことをまあ想定してないから、ボケーって見てたわけよ。で紫来ねえかな紫来ねえかなって、金色に光ってねみたいな。金色か。金色でもどうせ再生とか来んだろうと思った瞬間に、よだめじじゃんみたいな。よだめ来たんだけど、みたいな。喜んでて、じゃちょこっと固定残ってんなって言って回したら返しも来た。そう、配信中にやったら、自動で録画してるから、後から編集すれば切り抜きできるんだけど、プライベートで何も考えてやってる時って、配信ツール一切起動してないから、完全にゲームしかやってないから。基本的に配信するとき以外、重くなっちゃうから、めちゃくちゃ。全部閉じてんのよ。ただ、後々、取っときゃよかったっていうのがあるから、重くなるけど、配信スタートと同時に自動で録画が始まるように設定してあるのよ。あるんだよね。なんか、突然来るじゃん。なんか突然なんか全く予期してないレアな装備が落ちたりとかさ、今回のシールドみたいに金がついたりっていうのがあるから、なんだけど今回その固定の金がついた時もシールド再構築も全部プライベートの時なの。プライベートの時なのよ。多分ね、そんなこと言ってたらね、うちのギルドに来てさ、見たらさ、発狂するで。俺も発狂しかけたもんな。すげえ知るからね、もう。ほぼ、固定金とランダム金全部揃ってる人、いるからね。引く今回も423万。プライベートだからこそ祝福ができてるのかもしれない。少ない。なんか上がるって言ってたのにさ、最初だけだったね。上がるって言ってスタートした最初だけ上がって、なんか9月3日以降はクロスプレイですって言ってたのに、
9月3日以降のやつ全部下がってんだけど。配信見てなかった、忘れてた。この423万しかないのに、もう2000人参加者いるからね。いつもさ、この3分間の間のギリギリ最後の数秒でさ、2000とかあったのに、今もう2000人いるのよ。それだけあれだよね。人が増えたってことは、喜ばしいことではあるんだけど、もらえる報酬が少なすぎる。ちゃんと合ってる答えがあるといいな。でもこれ、もらえないで多分。最近さ、全問正解したが多すぎて、やばい。クイズ初めてなんでシステムがわかんない。4択です。4択。問題が出て 4択の中から選んで、で、1回は保証があって、1回目はミスっても大丈夫だけど、2回目ミスったらその時点で終了。で、脱落者が増えれば増えるほど、自分に対する、なんていうの、もらえる分の金塊が増えてくんだよ。だから少ない人が、違うわ。残ってる人が少なければ少ないほど、もらえる量が増えてくる。で、今回合計が423万金塊しかないから、これを1万以上もらいたかったら、まあラスト500人っていうのは300人ぐらいかな。300人以内まで残んなきゃいけない。普段この時間、あ、そうなんだ、仕事なんや。今回めちゃくちゃ難しい問題来てさ、みんな脱落してさ、残り10人って残ったらさ、1人、いくら ?15 万から20万もらえんじゃん。もっともらえるかな今400万あるでしょ ?40 万金塊。10人残ったら。あれ、しんさんこんばんは。いらっしゃい。20人残っても20万金塊。でも最近ずーっと、あれだよね。2、300人残ってるからな。頭いい人しかいないよね、このゲーム。このファンダ頭悪いからな。なんかワンチャンさ、アスリ版限定のクイズだったら、わりかしみんなさ、答えられるじゃん。普段日課でさ、クイズやってるから、なんか、生物的な問題とかさ、科学式みたいな、ガチのさ、問題紛れ込んでるから、それがわかんねえのよ。始まる。マントルの近くの接触面は何と言われる？クレーター？早速終わった。グーテンベルク不連続面の知らねえし、そんなの。みんなクレーター仲間がいる。しょっぱな終わったんだけど。経験値を獲得できないのはメインクレスト、その場でジャンプ。やーべえ、一発目で終わったんだけど。再生エネルギーはどれ？風力か。冷静に考えたらわかるよな、多分な。冷静に考えられないんだよな。やべえ、マジで。一発目でミスったのは動揺が隠しきれない。電灯を発光させるものに使うのは、電気？なんか迷っちゃうな、マジで。火はないけど。キャラクターがダウンした場合何のアイテムで復活する？ペースメーカー。ゲーム関係ない。そう、ゲーム関係ない問題出てくるんよ。だからそれで蹴落として、ワンチャン残った人がもらえるような感じなんだよね。
一番最初マジでわかんねえ。化学実験によく金箔が使われる。その金箔はどのような金属？アルミニウム。まだ2500しかもらえない。以下のイベントのうち、警告、木材合成。減らないな、全然。シェルターレベルアップに関して間違えてる。報酬家具がもらえる。確かになければならない。離婚することになるって何なん？ページプラスマイ何から作られてる？金属。さあ、どこまで行けるパンダ？土曜が避難所にある設備はどれ？テレポート台。お、落ちた。少し落ちたぞ。頑張ってるパンダ。最初の1問以外、今のところ当たってる。ペットをリセットすると、最初データは 100%。えい。3000基金会。少ない。1万は欲しい。世界の三原色とはどの色になるか。わかんないこれ。当たったー当たっちゃった。何三原色って。コルク、コルクってなんだっけ？わかんねえ。シュラか。終わった。俺のクイズ終わりました。4035。物質は答え。消化。A。最後の問題。地球の自転によって生じる現象は C かな。日の出から日の入りまでの太陽の動き。2問間違ってる、俺。さあ、全問正解者どんぐらいいんのこれ。13問正解。結構いるね。でも全問正解でもさ、5800だよ。いいなぁ。もらえるだけいいよね。よし、余計なもんを預けて、いくぜ。これもいらない。もらった箱15かけたら2962。
究極クイズ。名前の割に夢が少ない。これなんか日々のクイズあるじゃん。いつもデイリーでやってるじゃんか。あれをやればやるほど増えてくんだって。だから全員がやってたらどんどん報酬が増えてくらしいよ。だから逆にやる人がいなかったら、そんな増えないわけよ。だからサボってる、みんなサボってんのさ。だから人数が増えたから、だからそれなりの人数がやんないと、逆に報酬が減っちゃうわけ。だから統合する前の人数だったら、まだいつものメンバーがやってたら、それなりにもらえてたけど、人が増えたことによって倍率が上がっちゃって、その下もやんないと結果的に下がってくんじゃない？わかんないけど、どういう仕組みかわかんないけど。でもなんかみんな最低でも1000万金塊ぐらいの合計報酬があるっていうのを期待してたからさ、期待外れもいいとこだよ。でも1回だけさ、めっちゃもらえたことあったよね。3万金塊とか。俺最初の頃、このクイズやってなかったのよ。一番最初。クイズって何って感じで俺やってなかったの。でも一番最初の頃は、結構、何百万金塊とか、もらってる人めちゃくちゃいたんだって。あ、一問間違えたとしても10万金塊もらえてる人とか。そっからどん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 減ってって、今みたいに、全問正解でも5000しかもらえ、5000金塊しかもらえない状態まで落ちちゃったのよ。最初の頃はすごかったって言ってた。だからみんな期待してて、なんかいつも少ねえな、少ねえなって言ってる人は、一番最初知ってる人じゃなくてね。さあさあ、いよいよ始まりますよ。ギルド戦が。これ入れないんだよな。これだ。今日のギルド戦はどうなるのかな。電波傭兵団 VS レイバース。超新星サーバー1位のギルドとの対戦でございます。てっ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 て怖えって。すんげえ溜まった子は、鳥居子は。まあ、この子はもう、高度に使うんだろうからな。貯めといて損はねえと思うけど。めっちゃあるわ。使わねえからめっちゃ溜まってくわ。あ、そうか。あれが足んねえんだった。間違ったな、あれ。
ちょっと足んねえな。450必要なんだよね。あと100足んない。モーター。これもちょっと足んない。あれこれか。どれを消費しようかな。いらないやつ。こいつだな。あ、こいつか。一番いらねえの。明日買わなきゃいけないよ。明日来たら。あと15分後に始まりますよ。試練チャレンジャー。何試練チャレンジャーって。あー、終わったのか。ボスダメ。なんか売れた？なんか売れたな。あ、パイリオスもらえた。パンダの新築はいつ完成するんだろうか。粘土が足りねえ。粘土とパイリウスが足んねえ。買うしかねえかな。それ以外でも足んねえやつあんだよな。赤鉄とか、ちょこっと。新たな危険性の認識を公表しました。現在コラニアンコロスタスでれーん。ちゃー。あ、ぶつかった。あ、失敗した。はい、失敗したんでもう一回戻ります。ええー、ここで引っかかんの？カンナ核に異常なエネルギー波動を検知しました。現在24時間体制で監視を行っています。あ、連盟より緊急通知が届きました。近日カナダの動きが活発化しています。よいしょ。もうじき始まるよ。みんなに腹でも配ろうかな。落ちてる。落ちてる。
ボクさん、多分ボクさんも落ちてるよな、多分な。もらえるよ。もらえる。1回目だけね。もう1回再チャレンジできるけど、それはもらえない。評価してください。あ、ありがと現在ポラリアンコロはいシアスの危険レベルは致命級と定う。結められています。構ね、後々追加すればいいやって言って、必要最低限だけ残して撤去したんだけどさ、それでもさ、粘土500個ぐらい必要でさ、で、その代わり増やした壁のせいでパイルーツ1000個必要なのね。前まで500、どっちも500だったのに、パイルーツ増えちゃったのに。そう、粘土の必要数が減った引き換えにパイルーツ増えちゃった。2倍に。先日新たな危険性の認識を公表しました。まあ半壁消せばいいだけなんだけどね。危険レベルは致命級と定められています。だからそのうち、あれだな。もう一回鉱石部隊にジョブ変えたときに、粘土と一緒に集めるしかないな。パイルースも欲しいけど、赤鉄も欲しいから、ちょっと。だからスタミナがその時まであるかどうかで。陥落区に異常なエネルギー波動を検知しました。現在24時間体制で監視を行っています。さあ、始まりますよ。さあ、何回溶かされるのかな、今日は。前回よりはね、格段にステータスは良くなってるけどね、このステータスがね、意味をなさないっていう状況をね、目の当たりにすると思うよ。この程度はもう別に意味ねえよっていう。なんなら2倍っていうか3倍ぐらいの知るよ。なんかシールド4万の人もいるけど、防御力9000みたいな。攻撃力1万とか。まあ、このステータスの差は、あれなんだよね。単純なコードだけじゃないんだよね。
コネクターの強化も進んでるからさ、バトルスーツのコネクター、ああとはペットの強化もそうだけど、ナノコアの強化もトップが進んでるとか、そういうのも影響してるから、まあ差は大きいけど、ペットとか全部外したら意外とそれほど離れてないかもよ。まあ離れてはいるけど、影響するよ。よダメージとか。だからこのゲームってさ、基本的にパッシブ系全部影響するじゃん。チップの集積値みたいなもんよ。バトルスーツなんか俺上がるって聞いたけどな。でもさ、コネクターがさ、バトルスーツだけしか上がんないのにさ、プレイヤーのそのステータスのさ、スキルダメージとか防御がバトルスーツに適用されるのおかしくない？まあ、わからんけどな。実際、運営さんがそうだよって言ってるわけじゃないから、あれだけど。よし、貯めろ、貯めろ。わからんよ。みんななんか自分でこう、ステータス上がった時に、なんか自分の耐久も上がってるとか強くなったとかさ、言ってるだけだから。実際どこが反映してるかわからんけど、もはや途中から見てもわからんよね。まあ、詳しい人が欲しいよな。その検証めっちゃやってる人たち。もうガンガン今、バトルスーツ食べてる。やっぱフロスト早いな。よし、溜まった。眩しい。シールド12729で、コネクターでプラス60を有効にしてみます。ほうほう。
70、10多くね10多いのどうしたの？ 60、60上がるはずなのに10プラスになってるのに。隠れステータス。影響してる？みんな足だが多いな。これ足だ、修正されてからめっちゃ使いづらいから、使えんな。ああ、そういうのもあんだ。ででででんでん。みんなが暴れとります。荒ぶっとりますね。さあ、始まるぞー。皆さん、ご飯は食べましたか？パンダは食べなきゃご飯。よし。コネクタを集める。コネクタは、毎週1万4000円貯めてたら結構な勢いで交換できるから。びっくりするぐらい交換できるから。だから1ヶ月間貯めたらすげえの。4万ちょい貯まんだけどさ、マジですごいから。999コード交換できるから。999プラスアルファみたいな。俺だから2000何個交換して一気に上げたもんな。よし行くぞ。始まった。いけー突撃。うわ、ここに。遅かった。なんでみんなスルーしてたのそこ。文字でかっ。でヘルメスが特攻してきた。
きて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 。お、バフ入ったバフ。いや、回復置けねえな。全然。うわー、えげつないことになってる。待って、ヨトンレーザー直撃してんのに全然減ってかなかった今。何が起きた今。そんなことある？こんだけ硬いんですか？やばい、中心にめっちゃ集まってる。そして、ソーラーウィンド持ちがいっぱいいる。めっちゃ。回復アイテム欲しいな。回復じゃない、復活アイテムが欲しい。そしてバトルスーツ全然たまんね。お、うわぁ、横から来てた。これ、挟み撃ちされてんじゃない今。やばいな。早く戻んないと。うわぁえげつないよ。遠いよ、そして回復する補助が。
うわもう、ヨトン、バトルスーツのレベルが違いすぎて返り討ちになった、今。もう、撃ってダメージ与えたら場所が特定されて、ヨトンで一発で流れましたね。あ、ファルコン使ってる。やっぱファルコンまだ強いな。連射。やばい。うわ。やばい。ホープさんがいる。すげえな。あ、やばい。データ触られてる。ああ無駄にした、せっかく溜まったのに。ホープさん来たー。ああ、すべてのデータ取られたって。やばい。いやーあー、負けちゃった。残念。連盟より緊急通知が届きました。近日タイダルの動きが活発化しています。避難所各所は守りを強化してください。なんか今回のなんかギルド戦すごかったな。なんか。
いやー、なんか激しかったね。だいぶ。やっぱりあれだね。育成度合いの差がはっきり出るね。バトルスーツで打ち合うと。普通になんか、範囲から打ってるのにさ、打った方向でバレてさ、後打ちで普通に溶かされてた。残念。いやー、すごかったお、タイモちゃんから3769もらいました。わーい。みんななんかスタンプしてるから、もうスタンプにしよう。みんなどうだったんだろうね、ギルド戦。お、モグさんがさっそと現れた。はあ、みんなはどうでしたか、ギルド戦。今回のギルド戦は前回より激しかった、マジで。あとはなんかギルド戦のマップをちょこっと覚えたから、どっからどう行けばなんか、行けるかみたいな、こう、ルート的なものちょっと分かった気がした。なんかすぐ、こっちだ、みたいな。だから結構、あれだね、あたふたすることが少なかった気がする。移動に関しては。あともうちょっとなエイムを強化したいな。さてさて。明日手65解放されたらまたさらに戦力の差が広がっていくというこの悪循環。やっぱチップか。チップ必要だよな。その点に関してだけはなかなか思うようにできんな。はあ。まあ、こんなところかな。なんか、モクさんが急ぐ、なんか、せわしなく動き回ってるな。あちこち。まあ、ギルド戦もね、終わったんでね、今日はのんびりしたいと思います。明日65解放されたらね、いろいろとね、強化する箇所が増えてくんで、まずはシャレ弾を消化してからね、固定金を目指してちょっと作っていきたいと思います。ワンチャン、いい結果がね、出ればいいな。エリートで5人に囲まれたら死ぬ。もうそれは死ぬな。ワンチャン、真夜中だったらワンチャン爆風でさ、やることができるからあれだけど、ブレーはもう、ちゃんと狙いながら移動しないときついね。今日スタミナどんくらい残ってんのかな。あ、結構使ったな、でも1万2000。で、4000回復するから1万6000か、明日。なくなってた、ここ。いつの間にかなくなってた。明日6時がワクワクですだね。チャレダンとか、
もうさっそうと行きたいよ。もう、待ってらんないよな。明日来るかな。どうなんだろうな。おお、勝った。おめでとう。なんかもう一日挟みそうな気もしないでもないけどな。1万400、いや、1万4400。朝6時にチャレンダー行く、チャレンダー行く。ちょっと回収するもん回収しとかないとな。バトルパスも開放してないからな、まだ。なんか重い。1300か。買ったら2000ぐらいもらえるんだよね。訓練、あ、70か。コネクタ交換したので、ただコネクタで攻撃。あ、そうだ、コネクタさ、これさ、これ合わせた方がいいよ。ここの、同調効果ってやつ。なんか一個だけめちゃくちゃ上げれるとしても、一個だけ全部上げるんじゃなくて、全部同じ数字になるように。4946が4950。微妙に上がった。微妙に。これさ、決まってんのよ。同調方式って。この同調自体がアンコモン、レア、エピック、レジェンダリー、ウルトラって決まってて、その箇所が決まってんのよね。で、上から順番にこうヘッド、ボディ、ハンドがアンコモンで、で、レアになったらそこに金の、腕の部分が追加されて、エピックはさらに足が追加されてっていう感じで、セットされている一番低いレベルが、なんだろう、適用されるから、一つが8でも、その中の適用される最後の一つが1だったら1なのよ。あ、そしたら俺と同じじゃん。俺と同じ感じだね。俺も一応、7までは上げたいと思ってるから、今ここのウィングを7にしたら、一応貯め始める。貯めて、もう一体バトルスーツが解放できそうだなって見込みがあったら、貯め続けて、無理そうだったら上から順番で上げてこようかなっていう。1個はいくらでしょ。あれここもさ、バトルスーツだっけ。ここはさ、みんないけんじゃない。セラフィムで。ここはもう2体作んなきゃいけないから、あれだけど。5体獲得。まあ、いつかは来るんよ。で、これ、俺、途中までやっちゃったんだけど、この1箇所8にしようかなと思って、ここ攻撃多かったからさ、8にしようかと思ったんだけど、
単純に1箇所、もう140ぐらいなんだよね。だからこれを140で、これを上げるくらいだったら、貯めた方が絶対いい。7から8に上げるのは結構使う量半端ないから、7でストップ。7になったタイミングで、上げずに貯め続けるっていう。で、バトルスーツが、まあ、どっかのタイミングで解放されたら、溜め込んだやつを一気に使うみたいな。俺はもうなんぼ知らず上げちゃったけどね、ここまで。ここまで上げちゃったけど。バトルスーツを今後も解放する予定がないんだったら上げちゃっていい。じゃないと、後でもし毎週1枚とか、なんかイベントの無料ガチャで出たやつのバトルスーツパーツとかで、もし完成した時に、上げれなくて、わーってなるから。だから上げずに、7で止めて、あと、グラナイトメダルを交換せずに、取っておいて、いざ、強化できるタイミングで全部消化したら、えげつないことなんで。一気に上昇みたいな。まあそこまで我慢する必要はないけど。多分追加されると思うよ。本当は追加したいと思ってると思う、運営側も。その初心者とか、無課金税とか、これから新しい人がもっとこう入ってきてほしいなっていう気持ちがあると思うから、ただ現状多分、課金税を逃したくないっていう何かあると思うんだ。だってここにさ、あと4枠なんだで、4枠。ここにさ、B から始まって、B、A って始まってさ、で、最初から、ヨトゥンとヘルメスがいて、そこに、ミコトとオリハルコンが増えて、全部 S ってことは多分ないと思うから、多分そのための、伏線っていう感じで、グラナイトメダルでも交換できるけど、近海でも、A のバトルスーツパーツが交換できるようになったんだと思うんだよね。きっと。グラナイトメダルの方がさ、前まで100万円までさ、2万メダル溜まってたら一気に交換できたのが、20枚ずつしか交換できなかったじゃん。その代わり近海で、まあ、高いけど、近海で30万近海分使ったら、まあ1体分買えるよっていう。だから多分、何らかの準備としてやったと思うから、それが。来るとは思う。ただ、一個気にしないといけないのが、このさ、コネクターのさ、この上の箇所も、強化するときにエピックのさ、バトルスーツパーツ使うのよ。まさかの S プラススーツ来ないですよね。いや、わかんないよ。SS が来るかもしれないし、もしかしたら、なんか S から、なんか、なんていうの、スーパーじゃなくてレジェンドみたいな。なんか R っていうなんかさ、数値が変わるかもしれないし。なんかもうワンランク上のやつが出るかもしれんよ。高音域も、高音力もマックスで、機動力もマックスで、耐久もマックスで、みたいな。その代わり育成難易度がめちゃくちゃめんどくさいっていうなんであるかもしれない。必要数がめちゃくちゃあって、課金しないと絶対育成できないみたいな、めちゃくちゃ危ないやつは来るかもしれない。今後。もうどうなるかわかんないよね。
まあ言うて俺は多分ね、7以上上げることは多分ないと思うけど。8は本当全部7まで行った後に、まあ上のこのグレーゾーンのとこが8になることはあるけど、下の金は多分そこまで、まあ地道に1個ずつ上げていくかもしれんけど、そうそう上がらんと思う。でも本当に今あれだよね。このバトルスーツ系を着るっていうさ、あ、まだ来た。3000もらってしまった。どうなるかな。バトルスーツ系のゲームの先駆けだとか思うからさ、このアスレバが。通常モードからバトルスーツを着て戦うみたいな。今あるんだよね、別に。スマホ、そのゲームはスマホだけのゲームだけど、めちゃくちゃクオリティ高い、なんか武器を乾燥するみたいなさ、感じでまとうんだよね。だからそういうのがあるから、まあそれの差別化を図ってもうちょっとさ、かっちょいいやつが出てくるかもしれん。だってオリハルコに続いて、このミコトもさ、デザインしてもらってるから、次がないっていうことは多分ないよね。絶対あるよ、また次も。デザインしてもらってるやつ。レーザー、氷結、粒子レーザー来て、次にオリハルコン、すごい耐久が強いのが来て、で、ミコト、刀、長立ち持ちが来て、次なんだ次なんだ火炎宝石なんだろうな。10耐、レーザー来て、耐久が来て、刀が来て、次なんだろうね、来るとしたら。俺結構なんかガンダムみたいなやつ好きだからさ、なんか大釜持ちとか言ったら頑張って課金するために必死になるかもしれない。武器が大釜ですみたいな。変形でもなんかさ、耐久があるやつは、まあ当然動きが遅くなるんだけどさ、耐久モードと攻撃特化モードとかさ、敏捷が上がるとかさ、そういうやつもあったら面白いよな。まあそしたらみんなそれしか買おうとしないから他のバトルスーツ誰も使わなくなるけど。今特化してるからね。ヨトルが攻撃で、ヘルベスが敏捷で、オリハルコンが耐久で、ミコトが中間だから特化が来てもおかしいよ。いいよね。耐久はないけど、攻撃と敏捷が異常に高いやつとかさ、来る可能性はあるよ。まあ、まあ言うて来るのは多分だいぶ先だと思うけどね。どのゲームも始まってからやっぱりさ、半年、早くて半年、遅くて1年間は、結構大きな変化ってあんまなくて、結構、プレイヤーとしては、ユーザーからは不満の声がいっぱい上がるっていう時期だからさ、今4ヶ月ちょいだから、まあ、半年の節目に何が起きるかだよね。そこで多分何か一発逆転しないと、なんかみんなこう離れてる人が止まんなくて、収集つかなくなっちゃうかもね。まあ、独自の路線を行くのか、他の人気のゲームの、なんか良さげなところを持ってくるのか。まあ、俺はなんかね、あれこれやってくれた方がね、
なんか、やることが増えて、なんか、めちゃくちゃ忙しくなるから、そっちの方がいいんだけどさ。なんか、なんもないとさ、何していいかわかんないじゃん。探索って言ってもさ、みんな同じことやっててさ、探索も100%してしまったら、あとはもう、自分が良さげだなと思ったとこで収集するしかないからさ、材料集めとか。もうちょっとなんかね、パーティー組んでさ、行けるところ増やしてほしいからさ、ぜひぜひ、パンダにインタビューをお願いします。面談する機会をパンダにください。実際どういうふうに考えてるのか知りたいもんな、正直。なんかいろんな人面談し、インタビュー受けてますって聞いててさ、結局さ、運営さんが今後さ、どういうふうにしてるのかとか、今の現状を見てさ、こういうバグとかどう思ってんですかとかさ、めっちゃ聞きたいもんね。しかも1時間ちょいの時間なんだよ。その、インタビューに1時間を費やすっていうことは、やっぱり結構重く受け止めてるってことだからさ、運営陣も。だから、めっちゃ話してみたいよ。ディスコでいいんだったら。直接なんかカフェとか出て書いてあるの見たらさ、絶対行きたくないなと思ったけど、ディスコードとかで話す方でいいんだったら全然インタビュー受けたいわ。さてさて、今日何かやり残したことはないかね。窒息の地行ってねえけど、まあ、いっか、これは。これは、夜目覚めた時に行って間に合うだろう。ストリームキャッチャーは行ってないけど、まあもう、グラナイトメダルがマックスだから、最後にワンチャンチャレンジしてみるか、ビーナス。マッチングしないかな。この時間帯。技量戦も終わって、データも終わって、この空いてる時間帯、ワンチャンマッチングしないかな。ダメか。ビーナスやりたいな。とりあえず2分ぐらいまで待つか。これでマッチングしなかったら終わろう。もう10時だしね。よいしょ。毎回なんか2時間の配信するって言っときながら4時間とか5時間してるからさ。さあ、ダメかな。これはダメな感じ漂ってるね。超申請をしなそう。結構ね、データの方はさ、ダイヤになっても上にってと、ポイント重ねてるけど、ヴィーナスの方はね、やる人がいねえんだよね。多分、ヴィーナス行った瞬間終わってる。ほぼほぼ。はい、残念でした。競技者なら素材集めてなかったって。さあ、終わるか。明日は、明日は、まだ確定じゃないか分かんないけど、明日65が解放されたら忙しくなるよ。
解放されなかったらいつも通り。いつも通りです。ただ、チャイランがいけるからね、ワンチャン武器ガチャができるんで、明日は明日で結構楽しみなお日にちになります。ではでは、今週節目の牛戦も終わったんでね、終わりたいと思います。今週も1週間お疲れ様でした。来週もまたよろしくお願いします。それでは皆さん、おつぱんだでした。皆さんお疲れ様です。またねー。やらなかったらランクは下がらない。下がる、やらなかったら下がんない。ポイント上昇式だから、上がって、そのままやらずに負けもしなかったら下がりもしない。ただ、シーズンが終わったら下がる。2ランクぐらい。6時の起きなきゃ。一応6時にチラ見して、レベル上がってなかったら寝るわ。では皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。では皆さん、おスパンダです。またね。お疲れ様でした。おスパンダー。バイバイ。